お昼のその定食はお料理とライスとで赤だしとお漬物って感じなんで、洋食はもう専門学校行ってたんですけど、フランス料理とかイタリア料理とか、そっちに最初は憧れてて、はい、イタリア料理もちょっとやりましたけど、うちの妻が洋食を、お父さんがね洋食をされてたので、初めは継ぐっていうことにはなってなかったんですけど、なんかだんだんとこうそっちに寄っていった、僕の気持ちもそっちにこうなんかやっぱり後継ぎがねいないと、で息子さんお兄さんがいらっしゃるんですけど、全然また別の料理をされてて、ミシュラン2つ星のお店なんですけど、代は継いではります、もちろん、お兄さんがなんですけど、料理を継ぐ方がいないし、で僕はもうなんか自然と専門学校で知り合ったんですけど、でそのままもう自然と結婚もする流れになってですし、初めはまだ3代目お父さんがいらっしゃったんで、手伝うって感じで一緒にやるようになって、洋食の修行をさせてもらって、昔の方はすごい職人語りですごい厳しいんで、仕事中はよく怒られてましたでお父さんも結構厳しかった。いやー厳しかったです。よく怒られてました。はい。すいません。カレーのライス1枚で。カウンター1お願いします。お料理あります。私も。はい。はい、ビーフカレー。継ぐっていうのを漠然と何っていうのがこう分かってなかったっていうのもありますし、その味をもちろんこう受け継ぐ、なんか簡単ですけどすごく難しくて、作る人が違いますし、そこで働いてその味を覚えてますし、
頭にはこのコロッケはこの味、ハンバーグはこの味っていうのはもちろんあるんですけど、やっぱ全部を自分一人でやるってなると、まあ、相当なプレッシャーはありました。ちゃんとそれまでのお客さんが納得していただけるのかなっていう、まあそれまではもうずっとお父さんがされてたんで、71まで、はい、ギリギリまでされてたんで、自分でやらないとやっぱ気が済まないっていう方だったので、まあちょっとお亡くなりになって、それから代を継ぐってなって、自分でこうさあ今日からっていうそういうわけじゃなかったんで、まあ突然と言っちゃ突然だったんで、構えててはいましたけど、やっぱすごい大変でした。やっぱり横で見てるのと、実際そこに立って自分がするのはもう全然違いました。全然違いました。甘く見てたっていうのはあると思います。やっぱりそこに立たないとわからないものっていっぱいあって、やっぱお客さんに対してもそうですし、料理に対してもそうですし、その責任がもう全然違います。まあだからそういうのがプレッシャーになりますよね。だから最初は今もそういうなんかいろいろプレッシャーはありますけど、でも最初はもうすごかったです。はい。お客さんを裏切ってはいけない。そこがなんかもうすごいありましたね。はい。まだそれはないです。ないっていうか、そこにはたどり着いてないと思ってます。もちろんキャリアも違いますし、70までされてましたから、僕まだ40、まあ、今年50なんですけど、2周年もあるんですよ。なんでまだ知らないこともいっぱいありますし、まだまだ勉強しないといけないこともありますし、なんかまあ気持ち精神的な面でももっと強くいないといけないなっていう、まだまだやなっていうのは自分で思います。後ろいけるよ。ダメ様、すぐご用意します。少しだけ、はい、少しだけお待ちください。すぐ。安本家4番片付けてすいません、何名様ですか？お二人少しお待ちください。2名でお待ちです。やっぱりでも洋食なんで素材を大事にしてるっていう、それはもう3代目の時から一緒で、素材に妥協しない。とんかつにしても、まあ、日替わりと白金堂のとんかつはまた産地が違うんですけど、それもちゃんと美味しいものにこだわって産地の、まあ、ブランドのものを使ってますし、牛肉は近江牛で、それももうずっと近江牛こだわって、神戸牛とか他のものを使わないで、エレカツとステーキと、でちょっと薄切りにして焼いたちょっと和風のタレをかけた照り焼きっていうのがあるんですけど、それとかまあもうずっとお肉、3代目の時から。ハンバーグはそのさっきのカレーの話なんですけど、宮崎牛とか佐賀牛とか、まあ、ほとんど佐賀牛が入ってるんですけど、お肉屋さんで引いてもらってるんで、近江はまた別のとこから、直送してもらってるんで、はい。
ライス第1です。はい。置いてください。ランチス奥1キロです。奥さんです。4が第1。3枚分。3人さんお揃いで4人で取れまして。兄さん。今日じゃあだしすぐ行こうか。奥1で。奥1な。3枚で第1枚。これ3人だよね。これ、全部置いてて。4枚。4番。普通のハンバーグの大きさじゃないんですけど、スペシャルっていう3つ盛り合わせになったエビフライとコロッケとハンバーグのそれと同じ大きさなんですけど、それが普通のハンバーグのこれと140ぐらい、170ぐらいの感じで、ハンバーグだけを食べたい人もいてるし、
ね、盛り合わせの方がちょっとお得感があって、うん。それでこんな感じで。こう外はだからちょっとカリッとした感じの肉汁を出さないっていう意味もあります。これはもうずーっと同じ。これはもうずっと一緒です。ホタテとエビの入ったコロッケで、色もこんな色で、カレーパウダーが入ってて、これはオリジナルです。クリームコロッケって言ったら、カニの入った白いやつ想像するんですけど、カレーパウダーが入ってるんで、ご飯にも合うクリームコロッケだと思います。そうですね。はい、そうです。そうです。やっぱカレーのね、香りは、食欲そそるんで、ここで入れる。でもこういうの大事でね、やっぱり綺麗に盛るっていうの、お客さんにも分かるんだよ。なんかでもおっしゃってましたよね。こういうの見て昔のお客さんがね思い出したりとか、何人か思い浮かんで、いやいつ来はるかなとか、こうたまに思い浮かんだりするときが、そういう方々見てくださってたら、嬉しいな。料理だけ。ありがとうございます。一番っていうのはなんかいいかもしれないですね。私も意外と思ってるより手間がかかったり、家庭でも食べれるハンバーグとかでもやっぱり朝から込めて、中に入れる玉ねぎとかも結構な量細かく刻んだりとか、逆にそういう手間かかってんなっていうのを、分かっていただけたらすごい嬉しいのはあります。お客様になんかこう美味しかったって言って、これ作るのにすごい手間かかるよね、かかるでしょうねみたいななんかことを言われると、なんかちょっと分かっていただけたらかなっていう嬉しさはあります。うちは1週間かけて突き出さないんです。だから結構召し上がったから分かると思うんですけど、あっさりします。あっさりします。はい。だから肉の味をこうサポートするぐらいのソースって感じで、結構だから継ぎ足さないんで、色も結構真っ黒なソースとかもあるんですよ。洋食屋さんによっては。
継ぎ出してるとそういう色になっていくんですけど、継ぎ出しじゃなくてこれはずっとなんですけど、カレーも3代目のお父さんから味引き継いで、はい、変わってないです。美味しくなるためにこういろいろ工夫はしますけど味は変えてないです。はい。あれもずっと調整から飲まれ今大体ブイヨンから引くんで、全部の仕込み入れたら、煮込み終わるまで入れたら6時間とか7時間とかかかります。材料切るところから始めて、だからある意味一番手間がかかってるかもしれないです。そうです。ハンバーグとかやっぱりもちろん生ものなんで、その日に段取りするんで、そんなのかかってるって言ったら、ソースか、一番はソースですけど、ソースと次がビーフカレーですかね。でもデミグラスソースが一番手間かかってます。デミグラスソースも結構大事で、そのお店の味なんで、そうですね。ラーメン屋さんでいうスープじゃないですけど、そこの味がもうそれで分かるみたいな、そこぐらいまで大事なものじゃないかとは思います。さっきのまさにハンバーグとクリームコロッケのオリジナルのプレーンの風味がついた、あれもまさにそうですね。カレーは期間限定なんで、おすすめするとこう混乱するじゃないですか。意外とわからなかったりしてるんで、期間限定って言ってても知らなかったりするんで、そうですね。ハンバーグとコロッケ、分かりやすいかなと思います。若い方とかね、あんまり洋食を知らない方とか、洋食って言ってもファミレスとかでハンバーグとかカレーとかはあるんですけど、そういうお店じゃなくてこういうお店もあるんだっていうのをなんか知ってもらいたいっていうのはあります。一人前二人前作るよりは絶対にたくさんの量を作った方が美味しいと思う。カレーにしても結構しっかりちゃんとたくさんの量を作った方が、具材の味がしっかり出たりすることがあるんで、だから今ね、いろいろこう時短でレンジとかで火を通したりとかあるじゃないですか。でもちゃんと鍋で煮込んだりとか、焼いた方が絶対に美味しいとは思います。時短も大事ですけど、場合によってこう使い分けるのがいいかなと思います。そこがもう根っこにあります。大学続くかどうかはまだわからないんですけど、やっぱり喜んでもらえる美味しい料理をこれからも提供したいとは思います。やっぱり知らない方にもたくさん知っていただきたいですし、以前来られてる方はね、やっぱり何年ぶりかとかに来ていただくっていうのもすごい嬉しいんで、店がなかったら戻るとこないじゃないですか。だからやっぱ長く続けていきたいっていうのはあります。ありがとうございます。ミシュランのビーフグルマンに作ってる見たことない。3代目のお父さんの時からすごい親交があって、僕今ちょっと移転されたんですけど、昔のお店にしか行けてないんで、ちょっと行きたい思いがもうすごいあって、なかなかもううどんが麺がなくなり次第終わってしまうんで、早く閉めたりする時があるんですよ。なかなか早い時間に行かないと食べれないことがあったりとかで、北竹さんなんですけど、すごい美味しいんで、僕はもう昔行った時からもうベタなんですけど、筑天もうあれやっぱり昔行った時もそれ頼みましたし、麺がね、でもやっぱり本当に細くてコシのあって食べやすい麺。なんか結構関西では最初は
珍しかったみたいです。うん讃岐とかで、多分それは飛田さんがいろいろ考えて、だからなんかすごいなと思って、はい、その辺はあります。人柄もすごいいい方なんで、はい、うどんも美味しいですし、はい。